相棒はスリランカコネクトです。このチャンネルではですね、定期的にスリランカと日本に関連している情報を発信しています。今回は何を紹介しますか？そうですね。今回は、スリランカのポートンプレインズについて紹介したいと思います。はい。ヌアラエリアの、前に出したヌアラエリアの動画でもちょっと触れてるんですけど、今回はさらに深掘りをしていこうと思います。で、内容としては、まず、ポートンプレインズの、その、国立公園のですね、概要の、情報。で、その次が、生き方ですね。どうやって生きるのか。で、最後、見どころを、この3つを紹介したいと思います。はい。ではですね、早速、1つ目の、まずは概要ですね。どんな場所なのかっていう説明なんですけど、お願いしてもいいですか？はい。ポートンプレインズはですね、スリランカ中央の、高原の南高原に、位置している場所です。で、標高は、2100メートルから、2300メートルぐらいの間に、位置していますね。で、あと、年間降水量は、5000ミリリットルぐらいになります。他の地域に比べては結構多いですね。例えばスリランカの、首都コロンボに比べては倍ぐらいになります。ナックルスシリン保護区、ピークウィルドネス保護区に合わせて、世界自然遺産に登録されています。この地の、もともとの名前は、マハエリアタンだったんですけど、イギリスの植民地になってからは、名前が、ホートンプレインズに変わりました。ホートンプレインズにはですね、いろんな生物がいて、ここで見られる種は、この地域に、固有しているものでもありますね。はい、ありがとうございます。で、次ですね。確かにあれですね。いろいろと調べてると、そこでしか見れない。そうですね。種類の生物がいるみたいで、すごいハイキングとして楽しそうな場所ですね。ちなみに、アシャンさんは行ったことあるんですか？そうですね。3回ぐらい行ったことあります。3回？現地の人もよく行く場所です。そうなんですね。じゃあやっぱり、現地の人が何回も行くぐらいだったらね、多分初めて行く人は多分楽しい。そうです。ハイキングとかスキーランとか。確かに。はい。では、次の生き方について紹介をお願いします。そうですね。これから、ホートンプレインズでの生き方をご紹介したいと思います。個人で行く場合はですね、ノルレ駅のパッティコ駅から、もしくはハプタレのオヒア駅、どちらかでも行くことができます。これはですね、バスもあんまり少ないし、トゥクトゥクもあんまりない場所ですね。電車の本数も少ないです。だからあんまり個人で行くのはあんまりおすすめしないですね。おすすめの行き方としてはですね、車の手配はおすすめです。近くの宿から、往復車だと、ちょっと2019年の数字になっちゃうんですけど、往復、送迎代は、4500ルピーになります。あと入場料はですね、大人だと、5000ルピーですね。で、あと、注意点が一つがあってですね、そのホートンプレインズにパークに入った時はですね、最初はトイレがあるんですけど、中に入っちゃうとトイレがないので、それは先に済ませておけばいいと思います。で、トイレの量は、20ルピーになりますね。ホートンプレインズに、朝早く行くことをお勧めする人がいるので、キャンディとかちょっと遠いところから行くのはあんまりお勧めしないですね。はい、ありがとうございます。で、ちなみにアシャンさんが、3回行ったっておっしゃってましたけど、どうやってそれを行ったんですか？そうですね。最初は、家族のみんなと行きました。その時は車だったんですね。で、次は学校の人たちと一緒にバスをレンタルして、それで行きました。大学の時も同じだったんです。バスをレンタルして、行きましたね、みんなで。なるほどですね。ちょっと多分旅行者だとバスを自分で手配するのは難しいかもしれないですね。確かに。で、レンタカーもちょっと個人的な経験ですけど、スリランカの運転と日本の運転は全然違うので、あんまりちょっと難しいかもしれないですね。なのでやっぱ、宿とかに手配するのが一番いいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。では最後に、見どころですね。行った後に、どういったものが見れるのかっていう紹介をお願いします。はい。そうですね。ワールズエンドって呼ばれている足元から、1000メートル以上の高さがある、絶壁があります。そこに行ったら、綺麗な景色も
見られますね。ホーフンプレインスの入り口から、4km ぐらい歩いた場所に、あります。ちなみにですね、そこに行ったらなんか柵がないので、行ったらちょっと気をつけて。危ないね。そうです、危ないです。それはそれで楽しいんですけど、ちょっと気をつけながら行った方がいいですね。はい、で、あとちなみに、リトルワールドエンドって呼ばれているもう一つの絶壁があるんですね。ちょっともっと低いところなんで、そこも一緒に見といた方がいいと思いますね。はい。で、2つ目はベーカーズフォールズですね。巨大な岩を、階段上に、水が、落下する滝です。で、その名前はですね、イギリスの、体験家サミュエル・ベイカーにちなんで、名前を付けたらしいですね。で、3つ目は、ババラカンダ滝です。これはですね、スリランカで一番高い滝と、知られているものなので、それも、一緒に見てください。これの高さはですね、260メートル以上なんで、あと、10月から12月頃はですね、水量が、かなり、マシなんで、迫力があるのでおすすめですね。4つ目は、その動物、ホーフンプレインスの動物を、観察できることです。絶滅危惧種を含む、いろんな、固有の動物や、野鳥を見学することができます。あとですね、ティップなんですけど、時間によって霧が出ているので、それをあらかじめ、チェックしておいていった方がいいと、ね、おすすめです。はい、ありがとうございます。ちなみに、あれなんですよね、結構トレッキングしやすい道になってそうですよね。はい。なので、ぜひぜひ、私自身はですね、スリランカ行ったことあるんですけど、ホートンプレインズまだ行ったことないんで、これも参考にしながら、次回、もう今、確かもうボーダー開いて行けるようになってるんですよね。なので、次行くときに、ぜひ訪れたいと思います。で、このチャンネルではですね、今回みたいな、スリランカの情報だったり、スリランカの日本に関連した情報っていうのを、定期的に配信してますので、よかったら、チャンネル登録とかお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。津田作。